よく知られている。幻冬は典型的な魂系呪術である。よくわかる言葉は素晴らしい。読めないのは知らないと思うだけだ。新バージョンのドラマは史上最高のものです。新バージョンでは、大惨事の真相がついに明らかになった。しかし、来るものは表面的ではない。より混乱した敵が登場。新参者が多いだけでなく、誰もがそれぞれの力の最高の人です。その能力はエーダの世界を揺さぶるのに十分です。これが最後の対決です。幻冬は会議を神秘的に保ちたかった。意図的に明るさを下げる。コントラストを下げる。会議の人を見分けられない。合理的な画像調整で、会議場をクリアできます。しかし、すべてのモデルが目の前にあるとき、また発見される。酒場のオーナーであるバグスと連邦長官ヤングの他に、すべて共通のキャラクターモデルです。画像の難しさを乗り越えても、身元は不明である。どうして風が吹くのでしょう？次の風はみんなを深く分析する。7星人の集まりの謎を解き明かす。風は会議の会話をすべて整理しました。合計17の対話です。多くの人の声を取り除く。残り16語。モアからレスへ。それぞれ代行者5分。4つの単語。正義2つの単語。錬金術師2分。戦士、学士、賢者それぞれ一言。ここからわかるのは、会議で主導的な立場を占めたのは2人。それぞれ代行者と修道士。特定の人を分析する前に、まずはコンセプトを作る必要があります。それは、この会議は歴史上存在しない。歴史にも存在するかもしれません。この説は矛盾しているのではないか。これがネットワークの特殊性です。多くの子供たちも気づいているでしょう。グリッドワールドが最初に言ったのは過去のアシャー州の復刻だった。劇が進むにつれて、より多くの大陸が言及される。ハイパースペース内で、全11州の名前が発表された。それだけでなく、グリッドは時計世界を再現するだけではない。ハイパースペースやスプリットスペースも含む。この方向に進んでいく。その背後にある神を知ることもできます。このような計算能力、もはや単純に演算とは考えられない。新しい世界が始まりました。グリッドを再認識する必要があります。実際には時間を遡ることはできません。私たちが経験していることは本当の歴史です。グリッドを終了するボタンを削除した場合、50年前に戻ったと思うかもしれません。バージョン 4.0 が始まる前に、グリッドのインスピレーション源を分析します。映画のソースコード内で、最初はほんの数分の過去を再現していた。主人公が登場すると、現実のパラレルワールドを作り出しています。もはや単純ではない。仮想世界としてのネットワーク。大惨事の前のパラレルワールド。私たちは時空を超えた救世主です。ここで起こることは全て現実です。しかし注意が必要な点があります。グリッドから抜け出す方法があります。現実に戻った後、ネットワークはまだ仮想です。この認識の下で、これがバタフライ効果の始まりです。以前のバージョンでは、歴史の中で水曜日が終わったことを知っています。ノーラとアナは死んだ。ウェルズ長官に救出された。グレイフォックス、オーロラ産業を暴露する水曜日のハッキンググループを結成。これが本当の歴史です。問題は見つかりましたか？そうです。もしこれが真実なら、新しいバージョンのショーは起こりません。アスラダは罠を仕掛けない。主人公はハイパースペースに入らずアントーリアと出会う。主人公はキラにバッジを持たない。2度目のタイムスリップはありません。最も重要なのは最後の文です。2回目のタイムスリップが早くない場合、反対の周回は起こらない。これは歴史上存在しないという小さな風の会議です。しかし存在するかもしれません。前の記事は本当の歴史です。最後の文は私たちが経験したグリッドの歴史です。これはまた新しいバージョンの最も刺激的な部分の一つです。真実の歴史を区別する必要があります。主人公が歴史を変えた理由は？しかし主人公はバタフライ効果を生み出した。でも変わらないものもあります。現実からの別の悪役を除いて、他の人はグリッドの中の人です。現実からの敵でさえグリッドのルールに従う必要があります。この時点でゲッソトスのファイヤーはである。主人公が研究者を演じるように、悪役も誰かを演じる必要がある。これらの前提を理解する。このパーティーをもう一度見てみましょう。まず代理人。会議のテーブルに座る。身分証明の異常。会議の主催者でもある。彼の言葉からわかる。主人公が超空間にいるからです。リターントゥザメッセージアンドーリア。2度目のタイムスリップを引き起こした。この会議もありました。第2の時空回帰にも注目している。神の扉の開き。牧師の会話もこれを裏付けています。神の扉の開きが早かった。計画がうまくいくためにはもっと多くの信者が必要だ。彼らの計画は大胆に推測できます。歴史上、彼らの計画は成功した。これが第2の時空回帰の失敗です。風を見たり、深く掘り下げたりしたことがあれば、大惨事の原因を知るには、誰かがデータを改ざんした。その後、オペレーターは姿を消した。これはおそらく反対派の計画です。この計画を実行するために、次の男が必要です。
修道士の話からは分かりにくい。彼は信者の増加を喜んでいた。その理由は疎外感が隠せないからです。それは代理人の口からの奇跡です。代理人は代理人を務める。神の御心を実行します。人間は阻害されている。神の筆跡。これも根拠がある。超空間の伝承基地でそんな情報があります。超空間は神様の住む場所です。ハイパースペースを操作できます。現実世界を変えるために。これは奇跡とは言えません。連邦政府は社会の安定を常に大衆を隠している。メイズマップの新バージョン。地下室は本物の写真です。研究室の名前に惑わされる人もいるでしょう。イーデル中黒エレクトロニクスとオーロラ産業もそれを知っていると思います。これは間違いだ。最初の時空回帰の後、連邦政府は現実を変える計画を立てた。アントーリアを超空間に派遣司令空隊と戦うだけでなく、原発実験も中止した。連邦政府は地下研究所を没収しました。外来生物を収容する。解決策を研究しようとする。これらは全て民衆に隠されて行われた。そして今、疎外感の爆発点に達しています。人々が疎外感を知った時、より多くの反対が可能です。ブループラネット中黒グループに参加してください。青い惑星について、現島有没の先発にも言及されている。ブループラネットは近年成長した NGO である。メンバーは全員愛だ。広範な社会基盤と強力な財政支援。実際のコントローラーは空白です。さすが現島。キーワードパズラー好き。しかしここでの空白についてはもう少し説明があります。利用可能な情報に基づく。青い惑星の実際の支配は少数のコアの手にある。彼らはスポークスマンを公衆の前に押し出した。ここで強調しました。ここがこの会議の場所です。ブループラネットの内部。参加者は組織の実質的なコントローラーです。最も重要なのは次の文です。彼らは一人かもしれない。おそらく無数の人々。おそらく人間ではない。幻灯が手がかりを隠している手段で見る。人間ではない。少なくとも一人は人間ではない。7人の反対者。代行者は間違いなく最も特別である。ステータスだけでなく、主の命令を待つことができます。彼だけが首都の真のつながりを持っています。超空間に出現した宇宙の姿から。エージェントはハイパースペースと現実を行き来する可能性が高い。彼は人間ではない可能性が最も高い。次は修道士。会議では代行者が発起人であるが、しかし会議の過程で、彼は会議の方向性にも影響を与えた。メンバーが口論になった時、彼は止めた。そして彼は信者の問題に何度も触れなかった。ブループラネットの修道士は、地位は代行者に次ぐ。彼はおそらく新しいメンバーを受け入れる責任者です。次は戦士。兵士たちはアントリアを探していた。ハイパースペースに入る前に残したもの。これは反政府組織にとって非常に重要です。神の扉の開きにも関係しています。アントリアの依頼を覚えてる？なぜドアが開いたのか。空を破壊できるのか。その原因はおそらくこれでしょう。これはアントリアの2つの謎のうちの1つです。もう1つの謎はハイパースペースに入った時に残された予言です。未来はバッジを持ってキラに会いに行く。アントーリアの謎。あとはもう少し動画を。ここでは敵対的なアイデンティティ分析を続ける。兵士は手がかりを見つけた。確認には時間がかかる。手がかりを見つけたのは何ですか？謎は会議のテーブルにあります。会議のテーブルには4つの資料が並んでいる。この4つの情報はそれぞれ4人の人物の身元に対応している。戦士に関わるのはキラが襲われた事件。アントリアは連邦軍の司令官だった。反対派に注意を払うのに十分な何か。最も安全な場所はキラの手にあります。彼の攻撃はその可能性を示している。兵士は名の上で武力の担当だ。会議の反対側では、最強の武器は地下王バグス。なぜ風は彼だと推測するのか。実際には除外法を使う。テーブルの両側にあるバグスのモデル。彼は代行者ではありえないと説明する。修道士は信者を集める責任がある。それは彼の酒場の主人とは違う。学士は女性。これは対話で言及された。義人がコントロールしているのはベルデン氏だ。錬金術師と賢者が研究を担当。唯一の答えは戦士です。彼はしばらくの間主要なシーンから姿を消していた。彼はアンコの話に登場した。鉛筆で3人を殺した。彼は地下世界の王です。キラを襲った可能性がある。その前にまずはバグスと計算しましょう。新しいバージョンを見た人もいるでしょう。バガスはいい人だと思った。アンコに逃げるように言ったから。ノーラとアナは隠れている。主人公とつながるのに役立ちます。どうやって風が逆風になったの？この問題は実は考えにくいことではない。彼が手配した場所はまさにアスラダが長い間待ち伏せしていた場所でした。偶然でしょうか？バッジをノーラに返したところです。アスラが現れた。偶然でしょうか？しかしそれが全てバガスのニュースだったら、全てが合理的ですか？アスラダは罠を仕掛ける。アンコが会う場所はすぐ近くにあります。バガスは本当に重要です。しかしアスラダはバグスからのニュースを知らなかった。匿名のニュースかもしれない。パロディはかつて、グリッドの敵は私たちの周りの人々です。主人公がネットに入ると、
水曜日以外に誰がいますか？バガスは容疑者の中にいた。しかし彼を疑うのは風だけではない。主人公も警戒している。ドラの終わり、主人公は狐に偽装通信の出所を追跡させたい。マークはバガスを賢く追い払った。主人公は警戒心を持っている。主人公は急いでいる。ハッカーとして狐を探している。バガスは聞かない。主人公が何をするか想像できます。次は偽人。正義の正体が最も明白であるべきです。彼は自らスローガンの中のボンデルの問題に言及した。この件を説明して彼の利益に触れた。その後、資金調達に注意すると脅した。資本家として見られる。ブループラネットのオーナーでもある。その後、学士の主張は再び彼がシデルの支配者であることを確認した。それは合理的です。オーロラ産業から生まれた。創業者がオーロラを掘り続けた人材が別に火をつけたのだ。でもそれでも、開発も早すぎます。背後に反政府組織があれば合理的です。そういえば本当に珍しいことだ。元能で家を出たデルは元能に反対していた。元能に反対すべき伝統企業オーロラ工業。最も技術的なものが欲しい。見えるものは表面だけを見ることはできない。真実はしばしば示されるものと反対である。学士号について、錬金術師の会話の中で彼女の性別が言及された。彼女はメリルのファイルをブロックできると言った。教師は連邦内に隠れている。机の上のスマートシティのファイルから。彼女の正体はキラの秘書やんかもしれない。その後、錬金術師。彼は偽人に対して非常に不安である。保守だけでなく、T5 サプレッサーの開発にも影響を与えた。最初の塔が建設される前に、すでにサプレッサーを開発中です。実験的サプレッサー T3 プロジェクトです。テーブルにあるファイルは T5 プロジェクトです。研究にブレイクスルーがあります。このプロジェクトを担当したのはハガード。錬金術師は偽人に不満を抱く。研究開発には資金が必要。人のミスにデルがキラに封じ込められる。これはすでに研究の進捗を大幅に遅らせている。最後に賢者。来校者は T5 延期を知った後、錬金術師や賢者の研究を止めた。言語から見ると T5 プロジェクトを完全に進めるために中止された。プロジェクトが時間通りに完了することを保証する。賢者は最初は無愛想に言う。幻灯に入っても見つからない。しかし再び許可者でない限り、ここでは調整計画の連邦を指しています。第2の時空回帰を開始する。タワーには時空エンジンが必要です。連邦は幻の塔に入る。賢者は絶対的な確信を持っています。許可者でない限り、2つの可能性があります。1つ目はグリッドのゲソトスに隠れている賢者の可能性です。権限者のみがゲソトスを操作できる。権威者だけが彼を見つけることができると信じている。2つ目は彼は現実からグリッドに侵入した悪役です。グリッドの上にいるからです。普通の人には見つからない。外部からの参加者でない限り。しかし賢者は外部からの情報でもあります。反対団体は知っている。このような変化はあまりにも大きい。ほぼ同じです。私はネット上の敵です。7人の身元が判明しました。3年近く経ったなんて信じられない。幻灯のシナリオは更新するほど面白くなる。1.0 のない第3の時空回帰。ベラは見つからなかった。9位はベラ。2.0 のないビラ。9位でサリーは兄を取り戻す。3.0 メスの脅威なし。9つの新しい建物はない。新幻灯がなければゲソトスのダウンはない。4.0 のグリッドはありません。4つの時空が交差しないように見える。現実は連動している。前の終わりは次の章の始まりです。アントリアの秘密とは？サリーとの特別な経験は？アスラダはどんな人ですか？これは全て時期に止めよう。風の心配。別のタワーを体験してください。